崩壊した世界の支配者は人間からナイトメアへと変わっていた。彼らは今も変わらずに人間だった頃と同じ日常生活を無意味に繰り返している。スマートフォンに映るシノアリスの画面をうつろに眺め、電車に揺られ出勤したり、教室から窓の外を眺めたり、まるであの日から世界は何も変わっていないと信じているように。そんな世界でアリスだけがなぜか狂気に落ちることなく孤独に戦い続けていた。9までのスコアはこれで6万か。順調に伸びているが終わりには程遠い。どこかで見た資料によると、人類はもともと80億ほどいたらしい。今では考えられないな。いっそ自分も狂うことができたなら、もしくは誰かが殺しに来てくれたなら、最初のうちはそう考えていたアリスも今となってはより多く効率的に殺すことしか考えなくなっていた。アリスを突き動かすのはただ一つ。すべてのナイトメアを殺すこと。そうすればこの世界はきっとまた新たな展開を見せるはず。なぜ私だけ生き残った？なぜ私だけ狂わない？私がまだ生きているのにはきっと意味があるはず。日にちを数えなくなってからもう長い時間が過ぎていった。今ではもううまく声を出すこともできない。何度も同じ毎日を繰り返していた。だがスコアが1億を過ぎた頃から少しだけ違った展開が起こるようになってきた。私が特異体と呼ぶ特殊な個体が生まれ始めた。彼らは同胞を食らい続け、食らった分だけ強い力を身につけていた。おそらくナイトメア同士にも緩やかな意識のつながりがあるのだろう。私を種を淘汰する脅威と認識し、排除しようとする動きが生まれた。特異体の出現もその一環だろう。はじめは特異体に苦戦していたが、所詮獣のようなものだ。何度も何度も戦ううちに、もてあそぶように葬ることさえできるようになっていた。最近は特異体が特異体を食らうようになっている。また通常個体は自ら進んで特異体に取り込まれていくようになった。
進化を続ける特異体との戦闘は、当然大きなリスクがつきまとった。だがその分、一度に多くのナイトメアを殺すことができて、嬉しかった。進化した特異体は知性を身につけ、私の寝込みを集団で襲うようになった。そして私が眠らなくなってから数年が経つと、今度は特異体が一つの個体となろうとする動きが生まれた。遅かったね。タワーの屋上で水平線を眺めるアリスは、長い間忘れていた笑顔を取り戻していた。一足は世界を揺るがし、腕を振るえば、都市が消し飛ぶ。その巨大な偉業。最後にふさわしい相手だ。一つの生命体となったナイトメアとアリスは、惹かれ合うように、そして、求め合うようにぶつかり合う。世界に存在するすべてが、この長く続いた物語の終焉を待ち望んでいた。あなたが欲しい。不思議なものだ。もう終わりにしよう。殺してほしいと思っていた。殺す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 。でも今はこれを殺した後の続きが見たい。アリスの剣がへし折られた。だが次の瞬間、アリスの手にはスノーの剣が握られていた。それもまた破壊されると、赤ずきんの斧、反対の手にはアラジンの巻物が。アリスの足が吹き飛ぶと、ピノキオの杖が即座に再生させた。一人の時間も無駄ではなかった。アリスは長い時間をかけて全ての仲間の武器を探し出し、それを扱えるようになるまで成長していた。私には十分すぎるほどの時間があった。みんながいたから飲み込まれずに済んだ。ありがとう、みんな。特異体から噴出する影は世界中を覆い、やがて豪雨となって降り注いだ。私、全部殺したよ。涙が出るのは悲しい時だけではない。満たされた時、もう会えない大切な人の笑顔を思い出した時、温かい気持ちと一緒になって優しく溢れ出すこともある。アリスは降り注ぐナイトメアの残骸を浴びながらそっとまぶたを閉じる。最後に目に映ったのは、本へと姿を変え始める自らの姿だった。
人と会える。あの人と一つになれるんだ。最終目標、スノーリス計画だ。世界中の欲望を一箇所に集め、それを一つの巨大なナイトメライト充電させる。そして、それをリスたちから使わずによってこすらせる。この工程こそがコーネの形質の鍵であり、シノーリス計画の最終工程なのです。すべてはこの日のためだったのです。さあ、始めましょう。シノーリスによってあなた方の理想と大事な儀式のあるべき姿を一体化させるのです。それがみんなの願いだから。だってこの世界も物語だったのだから。気づいていたんでしょう。気づいていましたよね。あなたたちの欲望がシノーリスに何を生み出したんだろう。始まりです。